臓器の部門という形で、今日は目の前にありますこちらのもみじを使って、作業の方をしていきたいと思います。このもみじはですね、普通のもみじよりもちょっと葉っぱが小さめでして、で、ご覧の通りですね、葉っぱの切れ込みがちょっと細い感じのもみじになってます。で、名前は一応品種的にはですね、織姫という名前がついてまして、よくこれここの切れ込みの数をですね、見てもらいますと、この下の方にちょろっと出てるのを含めて、7枚こう出てるんですね。でそれを特に、その7枚の葉が多い種類を織姫と言ってまして、で普通のもみじのように5枚のものが、多少これも混ざってるんですけれども、7枚の方が多いのでこれは織姫で、5枚の葉っぱが多いものを舞姫というふうに呼び分けてまして、元は同じものが変種といいますかね、分かれてきたもともと兄弟木になってます。それでは、まず最初ですね、作業をしていく前に簡単に、せっかくですのでもみじの、手入れというかですね、作業の仕方の方をちょっとご説明したいと思います。どうせこれ後で商品の小さい木にしていきますから、この辺の枝はとりあえずいらないので適当に切りますね。こちらで見ていただきますと、この辺の小さなグループであったり、こうやってすごく伸びているものがあると思うんですけど、普通成長点という成長する部分としまして、一番外側ですよね。木の一番外側の部分であったり、一番木の強い部分といいますかね、伸びるのはこの上の方。木っていうのはどんどん大きくなりたい性質がありますから、上の方がどんどん伸びていくんですけど、そういう部分にの先の方の芽はこうやってどんどんほっとくと伸びていきます。で伸び方もですね、どうしてもこうやって葉っぱと葉っぱのこの間がですね、長くなります。で、今はこの木をとりあえず太らすためにこういうふうに成長させてるんで、特には問題ないんですけど、これを今度小さい木にしていきたいとなってきますと、こういうふうに、長く伸ばしてしまいますと、この間には後でこの枝はできません。必ず葉っぱがこのついてる部分からしか枝は出ません。なので、こういう長いのを枝で残しますと、すごく間延びした木になりますので、小さな木に作りにくいですね。なので、それを長く伸ばさないためにですね、これはもうかなり、芽がね、葉っぱが出てしまってますけれども、葉っぱが2枚出てきまして、真ん中からまた次の伸びる芽がこういうふうに出てきますね。でこの芽がここまでもう本当に出始めた頃に、指でつまむなりピンセットでつまむなりして早めに開く展開する前に、取りますと、その下のこの部分がこんなに伸びなくて済むんですね。それをよく、目摘みというふうに表現するんですけど、分かりにくいですね。どうしようかな。下、今逆に上だけ見てくださいね。最初こういう小さな葉ですよね。でこれがまた、真ん中から伸び出していきます。そうすると今この小さかったものが次これだと考えてもらいますと、上にどんどん伸びていく、こうやってどんどん伸びていくというふうになります。でこの段階ですね、最初の柔らかい段階で真ん中の成長点の次に伸びるところを積んであげると、この距離が短く、長くならなくて短く止まります。なので、春のちょうど開いてきた頃に早めに積んであげると、この距離を短く止めることができる。でそうすると後で、
枝を作っていくときに、細かく枝分かれが、作っていけるっていう。商品、特に小さい木ですね、小さい木を作る場合はそういうことをきちっとしてあげた方が小さい木にできますね。例えばここでも太い、こっち枝があります。ここに横に脇間がありますけど、全部これ見てもらいますと、ここの必ずこういう節になってますね。イメージでいうと竹みたいなものです。こういうふうに節になってる。この節のとこしか葉っぱは出てきません。葉っぱが出てこないということは枝もできません。なのでなるべくこの節の距離を短くしてあげることによって、細かい枝分かれの、木ができるということになります。ではこの木の方のね、作業の方をしていこうかなと思うんですけれども、まずこういう今回ですね、このデモンストレーションをやるにあたって、この木をちょうど選んだんですけれども、まずその小さい木にしようと思った時に、なるべくこの下の方にこういう枝がついてるものを選ばないと、小さくしようにも、何も下がないと小さくできませんから、まず選ぶのに下の方にこういうふうに枝がついてるもので、それと合わせてですね、見えますかね、この足元のところを見てもらうと、かなり幹がこういうふうにくねくねしてると思うんですけど、これも一つすごく大事なことで、普通の木はですね、だいたいこういうふうにまっすぐ伸びます。なので、普通にただ育ててると足元ってのはもうまっすぐただ太くなるだけで、そしてそれで後で小さくしようと思ってもつまらない、ただまっすぐの直感といって、まっすぐな幹の木にしかなりません。だからいわゆるクリスマスツリーみたいな木にしかできませんね。なので、商品の木を作っていくの場合にですね、極端に言うともうこういう細い段階で、針金を使ってですね、こういうふうに例えば曲げておく。この細い薄だったらこういうふうにいくらでも曲げられますよね。なのでこうやってあらかじめ曲げておいて、こう太らします。そうするとこういうふうにこう足元が曲がって、こう太いものがこういうふうにできるということになります。なのでね、大事なことは細い段階でもうある程度のそういう、曲付けといいまして、幹の形をですね、決めておいてあげないと、後で曲げようと思ってももう太るとね、どうにもなりませんから、細い段階に、特にこの足元下の方ですね。上の方っていうのは今からやりますけども、また切って、立て替えるといって、その次の他のまた枝を幹にこう切り替えていきますから、上の方はもうあんまり気にしなくていいです。最初、一番大事なのはこの将来の幹にねちゃんとなるこの足元の部分をまずしっかりとこう形を作ってあげることが一番重要かなと思います。で今度はこの木を今から小さいサイズにしていくんですけれども、まず自分なりにですね、この木を、下から一番その、根の部分からずっと上に向かって、見ていってもらってですね、例えば枝の位置がどこにあるとか、その木の今言ったそういうこういうふうに曲がってる角度が一番いい場所はどこかなっていうところをこう探りながらですね、自分のこの木を将来的にどういうふうにしていくかっていうのを見極めていきます。ただ完全に決める、必要はなくてですね、なんとなくでいいです。なんとなくというのはざっくりとしたイメージ、こんな風に持っていきたいな。例えば今から作るのはほぼこのままの、木の角度で、考えてますけど、
ものによっては例えば今度こういう角度で植えてみようかなとか、こういう角度で植えてみようかなとか、そういういろんな可能性を探りながらですね、自分で将来どういうこの木を形にしていくかなというふうに、ここでいろいろ考えを巡らせてもらうということが、次の、段階としてあります。で私なりにですねもう一応考えてきたので、今皆さんの方に見せてる側へね、こちらを一応こちらから見て、いわゆる模様木といいまして、今言ったその幹がこういうふうに揺すってる姿の木をこうイメージして、作っていこうかなというふうに思います。で口でね言ってるだけじゃよくわからないでしょうから、まずバチバチといきたいと思います。ここまで縮まりました。今この幹がこういうふうに曲がってきてますね。で最後ここにこう曲がってるんですけど、それをまた逆のこっちの曲がりのまた逆にこう曲がるようなポジションで今立て替えようということで、今ここで切りました。で、今はここにだらーっとしてますけど、先ほど言いましたけど、ここに節が見当たるので、おそらく今こんだけのものを減らしましたから、この辺りからまたたくさん芽が出てくれることが期待できます。なのでこの辺りからまた芽が出ましたら、それにまたその芽を頑張ってこう、引っ張って、ここの今ここから急に細いですから、ここの部分を太らせてあげる意味もありますし、次の立て替えるまた、将来幹というかね、頭の部分になるものをここに作るようなイメージで一旦今ここに切り替えました。で、こんだけの今結構力がいったんですけど、かなり切り口というかね、ここの面積がかなり広いですから、こういう切った後ですね、こういうナイフなんかを使ってこの切った表面をですねきれいに
削り直しておきます。でなるべく滑らかになるようにですね、表面ここの表面をしっかり削ってあげます。でそうするとちょっと時間はかかるでしょうけれども、きれいに、傷がですね、肉巻きしてくれてきれいに傷が最後埋まります。このままいい加減に切りっぱなしにしておきますときれいに肉巻きがしなくてですね、途中でもう終わったり、そのまま枯れちゃった状態で傷がそのまま残ったりですね、そういうふうになりますから、きれいにこういうナイフなんかでしっかり滑らかになるように削ってあげてください。でその際にですね、真っ平らに削るよりは少しまっすぐじゃなくて少しこうちょっとえぐる感じ、ちょっとこう真ん中の部分をくぼみを作るような感じで削るとですね、後でこう肉巻きした時に綺麗な感じになります。そのまままっすぐに削りますと肉巻きした時にちょっとこう盛り上がってしまうことがありますので、これでね大体、大まかな姿がですね見えたかなと思うんですけど、これから、もう少し形を明確にというかね、きちっとした形にしていきたいと思います。で今度は枝の操作ですね、どうしても普通のね木はほっとくとどんどん太陽に向かって伸びていきたいので、上にこう伸びるのが自然ですよね。でも盆栽っていうのは、なるべくって言いますかね、特に小さい木ですと普通に放っておくと全部枝は上に向いてしまいます。だけども、古い、いわゆる大きい大木にね見せるためには枝をこう下げていって古い、木のように見せるっていう意味ではこういうワイヤーを使ってですね、針金を使って、枝を下げていってあげる作業が必要になります。で、今こうねちょっと葉っぱがいっぱいごちゃごちゃついてますから、針金でかけるときは、葉がない方がやりやすいんですけれども、ただ真冬これ落葉樹ですので冬は葉っぱが全部落ちます。でその時どうしてもこう枝が全部きれいに見えるので、特に初心者の人とかは冬にこう針金をかけたがるんですけれども、冬っていうのは、葉っぱがありませんから当然そこの枝に水とかですねがあんまりいってません。極端にほとんどね冬場は乾かないので分かると思うんですけど、水分があんまりそこに供給されてませんから枝がすごく折れやすい状態になりますので、ちょっと無理をするとやっぱり、外から見たらとねそんな折れてなくても中で細胞レベルでちょっとこう、ひびが入ったりとかして傷めることが多いので、できましたらどんどんこういう葉っぱがついてる時期にであれば水もどんどん今あげてますからこう弾力性があるんですね。だからなかなか折れにくい。でもこれ冬でこれやると多分この辺今ピキっていってると思います。冬場で同じようなことをすると。で今からの時期そういう意味ではこういう針金かけて、やってもらったらいいんですけど、今の時期にやるデメリットとしましてはちょっと葉っぱが邪魔で葉っぱをこう巻き込みやすいことと、もう一つはどんどん今成長している時期ですので、例えば毎日見てるとねわからないんですけど、やっぱり少しずつ枝っていうのも太っていきます。で針金をこうかけるときはその枝に沿わせますから、ぴっちりどうしてもかけると思うんですけど、気づくとですね針金が結構枝にこう食い込んでしまったりっていうのが結構あります。でそれが今からの時期っていうのは結構早いんですね。思ったよりも食い込むのが、特にちょっと太い枝になってくると結構意外に早く食い込みやすいので、それをちょっと気をつけてもらわないと
いけないのが、今の時期ですねの、注意点になります。であと例えば今の時期葉っぱが、例えば邪魔だなと思えば今からの時期であれば、葉刈りといってですね葉っぱを全部こう切って、なくしてですね、それで針金をかけてもらうっていうこともできるんですけども、まだ今日のこの時点ではですね、まだ完全にこの春から出てきたこの葉っぱ自体が、しっかりまだちょっと固まってない、もうほぼ固まりつつはあるんですけど、しっかりまだしてないので、ほぼねこれ見てるとだいぶ次の芽をちゃんと葉元に持ち始めてはいるんですけど、しっかりとこう葉がこの元の葉がしっかりしないと、その葉っぱを刈られた後の次の芽がまだちゃんとしっかり準備しきれてないので、どうしても木にストレスがかなりかかってしまいます。枯れることはないんでしょうけども、木が弱ったりすることがあるので、もし葉っぱを刈ったりとかするんであれば、もう少し、あとそうですね、来月の中旬ぐらいまでは待ってもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。それではちょっと枝の方をですねまずざくっと整えていきますね。だいたいこう適当にザクザクっと枝を短くしましたけども、これでだいぶもっとさらに、イメージしやすくなったのかなとは思うんですけどね。こんな感じで今だいたい下の方の枝ですね。で、これなんかちょっと長いんですけど、ここに全然葉っぱがないので、一応一番切り込めるところ、葉っぱがついてるところまで切り込んでます。でここにさえ葉っぱがあればこの枝枯れることがありません。でそのうちこの枝にもう少しまた今切られましたから、またここの先も伸びるでしょうけど、減らされた分今ねここの枝だけじゃなくてトータルでかなり多分ねこれって今多分これでこの葉の量で言ったら10分の1ぐらいになってると思うんですけど、この減らされた分をこの残ったいろんなところからまた木は元の葉っぱの量に回復しようと、元の葉っぱの量をまた、戻したいっていうふうに頑張ってこう新しい葉っぱを出そうとします。その時に先ほど言いましたけど、やっぱりこういうある程度一番伸びるような成長点は当然もちろんまた伸び出そうとしますけど、それ以外のところの今葉がないですけど、先ほど言いましたこの節ですね、節のもともと葉っぱがあったところからはまたかなり芽が動いてくれると思いますので、それで、また葉っぱが出たタイミングで、もう少し自分のね思ってる枝の長さであったりというのでまたもう一回切り戻したりしてもらって、だんだん自分の思い描いている姿にどんどんこうしていってもらうっていう風に、それの繰り返しになります。それでそうですね、さっき、今針金をちょっとかけて最後きれいにはしますけど、その前に、ちょっと、例えばここの今ここの下に根があるとして、こういう木があるとしますよね。で、こういういろんなところに枝があちこちついてます。で基本的に、葉っぱと同じように枝もこう同じ場所からこういうふうに両側にこうどうしても出やすいんですよね。でもこのまま同じ場所にですね、2本とかものによっては3本とか同じ場所に枝をこのままつけてずっと残しておくとですね、このいわゆるこの先ほど言いました節の部分ですね、節の部分から枝が出てるんですけど、そこの部分が太ってしまう。要するに途中の幹というか枝に対して途中でボコってこういうふうに骨の端じゃないですけど、この部分が太ってしまう。でそうすると枝だったり幹にしても見た目がよろしくないですよね。見苦しくなりますので、ですので盆栽は必ず大体よく本とかに書いてると思いますけど、
どっちか片方のこういう枝を必ず外して、1本に、していく。こう位置が、ずれたところでですね、同じところから2本出さないようにするっていうのは、そういう理由があります。あとはですね、例えばこういう、木がある、ちょっともう少し分かりやすいように。こっちから見るか。こういうふうに枝があるとすると、よく初心者というかね、普通の人はですね、太い枝からこう、なんていうかね、見ていくというか、その枝を使いたがるんです。大体この木であればこの枝がまず大事で、この辺のこの下の方にある枝なんかは多分 いらねえなっていうふうに多分考える人が多いんですけど、ことこういう小さい木を作っていくにあたってはですね、逆にですね、この太い枝を逆に切ってしまう。でこの今いらないだろうっていう細い枝を使うようにします。でそうすることによってこの今幹と枝の差がかなり出ますね。で、皆さんね、ある程度できた小さい木を見てもらったら分かりますけど、幹だけはすごく太くて枝がすごく細かくなってます。でそれはそれの今説明しましたように細い枝に順番にどんどん切り替えていってるので、幹だけは太いけど枝は相変わらず細いっていう状態になります。最初からこういう太い枝を使いますと、もうどんどんこの枝とこの幹の比率っていうのはずっと変わらないので、この幹が例えばすごくなった頃にはこの枝もすごい太い枝になってます。なので細い枝がこう先ほど言いましたけどね、節のところから出てくればその細いのに順番にこう切り替えていく。そうすることによって、枝は太らさずに幹だけが太っていくっていう形になります。で例えばこれを私がこれを例えばまたそういう小さい木にしようって考えた時には、おそらくこの今枝で太い枝ですねって言ったところにおそらく将来の幹に切り替えるイメージで、ここから上はもう取っちゃう感じになります。ただまだ幹ここの部分自体があまりまだね細いので、ここを太らすためにしばらくこれは多分置いときますけど、これはもう捨て枝と今もう将来はここで切るイメージで、ただここを太らすために、このまましばらくは育ててねしますけど、将来はこっちに切り替えて、でこういう今出てるこういう枝を大事に残したり、この辺にまたおそらく出るであろうっていうのをイメージしながら作っていくっていうのが商品、特に小さい木を作っていく上での、考え方としてですね、そこら辺が大事かなと思います。どうしてもね最初太い枝の方がしっかりしてるし元気なんで、この枝を使おうっていうふうにね考える人が多いと思うんですけど、特に小さい木繊細な木を作ろうと思うとこういう逆に細いのが逆にね大事になってきますので、こういう枝を大事にしていってもらった方がいいかなと思います。ではちょっと針金で、形を整えますね。
まあ針金をねかけたことがある人は分かると思うんですけど、特に先ほど言いましたようにね、この時期かけると結構早く太ってまたすぐに食い込んでしまうので、またすぐ外さなきゃいけなくなってしまうので、ちょっとこうあまりきちっと巻くよりちょっとこう、できれば隙間を微妙に作るぐらいで巻かれた方がいいかなと思いますね。あんまりルーズに巻くとせっかくにこう自分が狙ったところに曲がってくれませんし、枝を傷める原因にもなりますので、あんまりルーズに巻くのも良くないんですけど、あとは針金こうね、今日使ってるのはアルミ線で、あと銅線もねあるんですけど、こういう落葉樹系っていうのは結構太るのも早いし、形が固まるのも意外と早いので、こういうアルミ線の方が、適してます。で例えば松とか結構時間がかかるものは銅線の方が適してますね。銅線は一回形をこうつけるとなかなか戻りにくいんですけど、アルミ線はこうやって一回形をつけてもですね、例えばまたこうバンってぶつかればすぐいくらでもこうやってね動いてしまいますから、そういう意味で言うとね良くないんですけど、ただ銅線は硬いっていうのもありますし、アルミ線で、こういう落葉樹の木なんかはした方がいいですね。あとは銅線はどうしてもこう酸化して黒くなったりとかしますと、それがそのままこの幹のところに付着したりとか残ったりとかもするので、そういう意味でも今だいたいざくっとですけど針金の方をかけさせてもらいました。で、一応今皆さんの方から見てですね、だいたいこの辺この辺りですかねを前に正面ですね、正面に考えて、一応ここが一番低い位置の枝でこっちに枝があって、こういうふうに段々に枝をこう今あらかたですね整えています。でこれはまだ頭の部分は先ほど言いましたけど、まずここの切ったところの、肉巻きをね促す意味もありますし、ここからここの差がまだかなりあるので、ここをしばらくちょっと太らす意味で今わざと置いてますけど、これでもね、将来的に多分この、さっきも言いましたけど、多分またこっちにこう切り替えて、またもう一回ぐらいこう切り返し戻すような感じで作る。この辺で高さ的ですよ。だいたい頭の高さがこれぐらいになるように作ればいいバランスで作れるんじゃないかなというふうに思います。この辺りで、今日は終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。